朝焼けの光の中に立つ影はミラーマン。鏡の世界を通り抜け、今だ。キックを使え。目だ。ミラーナイフが宙を切る。戦え僕らのミラーマン。一生懸命闘病生活がするんだよね。変わってないね、やっぱり。一緒にがね。そう、ほんと50年だもん。撮影終わってから、あれは打ち上げなんてなかったでしょ。そうなんですよ。考えたらね、あんな1年もやってて、打ち上げばらしちゃって。1年の連続ドラマやったら大抵打ち上げやるよ。やりますよ。ね。あら。今はコロナだからね、あれだけど、本当にだから、なんかいつの間にかみんなもちりぢりになっちゃって。その後ね、だから、はじめちゃんも、陽子ちゃんも、一時陽子ちゃんも、全然会ってないしね。調べてもね、わかんないんだよな。活動しているのかどうか。はい、皆さんこんにちは。X よっちです。いつもご覧いただきましてね、誠にありがとうございます。はい、今日はいよいよ半世紀ぶりの藤本武から、御手洗麻子のさんの対面ということになりましてね。今日はいつもはね、こちら黒健太郎先生いつも動画でお世話になっておりますですけども、今日はスペシャルゲストで、御手洗麻子役の沢井貴子さん、遠路はるばる東京から関西に来ていただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、その頃の当時の撮影の話ですとか、それからいろいろなファンからのねご質問も受けておりまして、それにちょっとねご回答いただくと、また合わせまして、これが終わりましたらファンミーティングでね、こちら工藤先生のラウンジモアの方でファンミーティングね、まあコロナありますんで少人数でねちょっとやらせていただくということになりますんで、それでお楽しみいただくということになってますんで、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ本当に50年ぶりでねいろいろ話すことはあるんですけども、まず先生半世紀ぶりでおられて麻子さんもどうですか。いやでも最初の感激わーってお互いになったけどさ、なっちゃった、まあコロナだからここまではハグまではできないけどさ、ね、でも思わず変わってないねって思わず言ってしまったけど、そうよ。ありがとうございます。いやーでも50年で、でもね、ミローランっていうのはウルトラマンはねいろいろシリーズ化されてですけど、ミローランは本当に1年間だけの、それでこんなになんかまだ内容は濃かったんでしょう。濃かった？そうよ。そう内容濃くしようってやったんだもん一生懸命。やっぱりね、工藤さんがねすごいねアクションスターって感じでね。アクション大好きだからね。すごかったですよね。本当に。そう思い出すとやっぱりアクションのことばっかり。でさ、させる時やっぱり御手洗博士のお嬢さんだからね、SGM の内部のあそこできなかったじゃない。そうですよね。それも最初半年の予定だったでしょ、放送。あ、そうだった。そうなんですよ。知らない？それでまあ視聴率が良かったんでしょうね。それでまた半年伸びて、それで1年になったんですね。だから最初の半年は私はほとんど隊員の人たちとの出てなくて、大体石田君とが御手洗博士、お父さんと恋人だもんね。そうそう。でまあ次の半年からは麻子も隊員の一員になるっていうので、それでねいろいろと、そう SGM ライブにね出入りしてね、一緒に夢だなんかでさあらあらドキドキしてね。当時ほら同時録音じゃなかったでしょ。アフレコね、だから2本撮りでやってたでしょ、撮影も結構きつかったですよね。それで
2本撮り終えたら、青山のスタジオで、録音所で、青いスタジオだっけ？青いスタジオでしたね、確かね。そこで、それで画面見て、あ、こういうふうに映ってたんだ、とかって思って、だから、そのアフレコの時に、体でやらないとね。でね、ちょうど隣のスタジオをちょっと覗きに行ったりしたら、そのミラーマンの怪獣と戦ってる、あれをね、ちょっと覗いたりしてね、そしたらね、火を吹くとか、そういうのもね、ほんとスタッフさんたちが全部手作りでね、もう夏の暑い時に大変だろうなぁなんて思って。ミニチュアの模型を作ってね。それでかぶってらっしゃる方ね。西条さん。あ、西条さん。西条さん。ねえ。素晴らしいね、あれ。かぶった頭からね、トマトがこれで怪獣とあるのをね、ジャンプするんだもん、蹴るんだもん。この辺でちょっと質問させていただいていいですか。朝子さん。だから、そんな中でね、その時の工藤先生、栗本武史ね、工藤先生はどんな感じだったんですか？結構質問が、例えばその時の、その、他のね、共演者の感じはどうでしたかいう質問が結構多いんですよ。それは、朝子さんから見て、工藤先生どうだったんですか？すごく。アクションスターっていう。アクションスター。ああ、先生、やっぱりそうだね。スタートのアクション。やっぱり、こういう前はい。すごい、だから、撮影なんかもすごい大変だったろうなって思うんですけどね。ああ、そうですか。でも、お好きなんだろうな。で、僕、そんなね、スポーツの専門に何もやったことないんだけど。そうだってらしいですよ。元来っていうかな、身が軽いのかな、臨床なのかな、何でも飛びついたり飛び降りたりさ、そういうの得意だった。何でもできちゃった。今も、一回降りでパーンとバタがったりさ、追跡して馬の飛び乗ったりね、そんなアクションもう平気でやってたもん。そういう恐怖心とかあんまりなかった？なかったなぁ、もう夢中になっちゃう。ミラーまでも崖のすごい上でさ、そうやったしね、足滑らしたりしたことは大変だなとしたのこうでさ、インベーダー相手にね。合田先生これやりますよね、この物語。そうでしょ。いやー、でもなんかね、本当にメンバーってすごくぴったりの人がハマってるって感じしませんでした？キャスティングだったね。そう思う。で、まず御手洗先生。もう宇佐美純也さんはね。もう品があってね、紳士でね、本当に素敵な方でしたよね。厳しかったという説もあるんですけど、そうやって。結構しつけとかね、マナーとかね、そのにはね、結構きちっとされてたから、まあ、どなたかね、ゆうこちゃんを叱られちゃったとかね、あったとかね、でも、いやいや、そうです。言ってましたよ。甘やかされちゃったのかな。なんかね、それが、先生がこう、写真ちょっと写ってるんですよ。なら、黒さんとかね、から先生とかね、それから、朝子さんもね、直立不動でこう立ってて、じーっとこうやって、怒られてはるんだろうないうシーンがね、あって、ワンショット写ってるんですよ。だから、ドラマの中ででしょ？いや、それで、誰かがさ、これ見てもらっていいんですけどね、こう、みんなこういうふうにこうして、ちょっと上目ですいませんいう感じでね、映ってたんですよ。なんか怒られてはったんか、まあ、監督に怒られて、黒田監督かだけに怒られてはったんか、それから見たら先生が、宇佐美さんがね、みんなチームになれたんで、ちょっと、ちゃんと、しなきゃダメだって、みんなの、なんか、遅れたらね、みんなの、あれ、生活費がかかってるんだからって言ってて、みんなこう直立不動で、黒先生もその時は、直立不動でなんか、映ってましたよ。そんなのがありましたよ。それはエピソードでね、あったけど。で、そうね、まあ、黒先生ももちろんあれなんですけど、朝子さんは、石田さんね、まあ本当に気の毒でね、お亡くなりましたけども、やっぱり見てどういう方だったですか、実感として。
はい。なんか兄弟みたいな感じだったんですね。石田君とか、まあ、京太郎さんとか朝子とかっていう、役名で言う役名でね、スタッフさんもそういうふうに呼んでくださってたので、だから、なんか、それと、最初に会った時、なんか、本当に漫画の2枚目のキャラクターの、そのままの顔の人だなと思ったんですよね。本当にね、あ、こういうぴったりの人いるんだっていうのがすごい大事。ああ、そうなんですか。へえ。なんかミラーマの顔と石田さんのその顔がこうラッピング、オーバーラップしたみたいな感じ。漫画でそういうこう、ヒーローの2枚目の、イケメンの男の子ってなんか、あ、こういう顔立ちっていうのがあるじゃないですか。ということはやっぱりイケメンで、あれだったらね、いいだってね、イケメン。あの時、当時、20歳、21？ああ、そう。朝子さんとニューフェイスでね、一緒に来られたという感じでしょ？そんな感じだったでしょ？ミラーマンの時だから、二人で、東宝アカデミーかななんか卒業されて、で、まあ、黒さんとかはみんな見てない。劇団の時だったんですか？劇団雲っていう劇団。あ、雲の、ああ、はだから、分かるか分かるね。そうだったんですか。だからまあ、どっちかというとその、皆さんの中では、朝子さんと石田さんはニューフェイスみたいな感じで、で、工藤さんとか川崎さんとかみんな、ね、ベテランでね、先輩で、いろいろね、こうね、アドバイスやないね、あって、やっておられたんかな、というような感じですよね。そうですか。石田さんはなんかミラーマンのその人形と同じような、そう、静観さがあったと。そういう場合だね。甘い顔してた。甘い。まあ、甘いね、ハンサムなね、いいね、方だと思うんですけども。だからね、ファン言うてね、冗談やけども、結局、朝子さんは石田さんと結婚しなかったんだって、なんてね、コメント書いてね。だってね、そういうことはダメだったんですよ。まさきさんは、黒先生もね、まさきさんはとてもいい方ですよって、すごくなんていうかな、こう、ちょっと先輩学でね、ちょっと年でおられて、で、もう、雰囲気をよくね、まとめられるような感じだって、やっぱそんな感じですか。まさきさんも結構ファン多いんですよ。そうですよ。はい。どんな感じだったんですかね。とってもね、色気のある方です。色気のある方。あ、そう。へえ。なんか、ドーンとしてらして、なんか頼りがいがある。ああ、そう。なんか、長男っていう感じ。長男で、次男っていう感じそうね。こう、次男の方はどっちかというと、こう、やんちゃって。ごめんなさい。アクションね。でもやっぱりね、見ててね、まあこういう、あれですけどね、どうしてもやっちゃって、アクションはね、やっぱりこの先生のはね、絶対見たら嫌だと思うね。だから結局いつも言うんですよ。石田さんと、で、黒先生でしょアクションやね。で、和崎さんともやらへんかった感じですよ。だから大体このアクションの方はやっぱり黒先生引っ張り出されてきて、で、それでもう、その、ストーリーをね、盛り上げておられたと。で、まあ、朝子さんは、ストーリーに花を添えたという感じだと思うんですよ。だからね、それから言うたらね、黒先生ね、石田さんはニューフェイスで、ああいう主役でおられたけど、やっぱり後輩でしょ。だからそういう感じだったんで、と思うんですよ、僕ね、個人的なことで、名前出ること言いますけど。だから、結構ね、工藤先生も親子からね、いつもね、すごいなってね、と思うんです、いつも。黒田監督がね、メイン監督でしょ、これね。はいはい。あの人もね、アクションが好きなのよ。ああ、そうなんね。僕はね、監督、今のもう一回とかね、自分で演じ出すんだよ。うまくいかなかったと俺。あ、自分から出される。自分で、もう一回やらして。ああ、そうなんや。監督が、ケンちゃん大丈夫だよ。ケンちゃんって言うのね。僕知ってるからさ。これで、僕とマキさん、藤巻淳。藤巻さん。ね、ケンちゃんとマキさんだけでこんな風にアクションが好きなの。もう一回やらせてくれって言ったりね。危ない方を使ってくれって注文出すんだよ。今ギリギリだし、あっちの方のカット使ってくれたよって。監督に注文するんだもん。あ、そうですか。へえ。ああ、すごく最後に本なら、こだわって、きちっと、されることね。やっぱり、納得しないと、ああ、こういう、あれがあるんですね。いや、見てる方って先生、ほら、もう、まあ、ハラハラしてね、見させてもらうのはそうだけども、そういうプロセスって知らないじゃないですか。
だから逆にその先生が、その監督もう一度って言って、そういうね、そういうところは、すごいなと思うけどね。ほら、終わったらさ、オッケーって言うでしょ。オッケーって言ったらもうオッケーなんだよ。オッケー、はいはい。あ、これはなかなか、リアルな話で、初めて聞きましたよ、皆さん。どう思います？特に危ないシーンが終わったらほっとして、あ、終わったっていう。あ、そうですか。はい。さていかがだったでしょうか。今日はこの辺でね、失礼いたします。また多くの皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。ではごきげんよう。さようなら。